皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい、無事に日本に帰ってきました。こんにちは。お久しぶりですね。はい。なんかこのね背景とかすごい懐かしいね。実家なんですけど、今実家で生活してます。で、家探ししたりとかいろいろして、帰国からもう1週間ぐらい経ったんですけど、未だに時差ボケが全然治らなくて、意味不明な時間に寝て起きてみたいなこれいつ治るんだろうみたいな。いや、ちゃんとね12時ぐらいにベッドに入るのよ。でも寝れるの4時とか、なんかゴロ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 みたいなしたりとかして、本当に大変なんですけど、はい、はい。で、今ちょっとうちの猫のモナくんと再会しまして、今モナくんがね今ご飯食べてるので、ちょっと音が聞こえてたら申し訳ないですけど、はい。まだね日本に帰ってきてどんなことをしたかみたいな話はまた詳しくおやすみポッドキャストとかで喋ろうかなと思います。はい。でですね、今ちょっと鼻声なんですよ。はるかさんいつもじゃんと思った方いると思うんですけど、ちょっと改めて本当すいません。鼻声で、なぜかというとですね、私はアレルギーがありますっていう話をしていて、以前もね、結構ポッドキャストで鼻声だったことあるんですけど、薬を手に入れたんです。ついに。はい。私はね、結構いろんな薬局とか、あと、お医者さんとかに行って薬を処方してもらってたんですけど、あんまり効く薬がなくて、多分薬が効きにくい体なのかわかんないですけど。でもね、見つけたんです。1日1回で効くアレルギー専用鼻炎薬コンタック Z。はい。強そうですね。Z。これがね、効いてるっぽいんですよ。これ結構強いやつらしくて。でなんですけど、なんか、滝のように流れる鼻水はなくなったんですけど、すみません、今ちょっと、猫のモナくんがモナ。今私、ポッドキャストで話してるの、ちょっと邪魔。ごめんなさい、お尻とか向けちゃって本当やめて。ね、はい。で、そう。なんだけど、この薬を飲んで、鼻炎は解消されたと思ったら、風邪ひいて、なんか普通に喉鼻風邪をひいてしまって、それで今鼻声っていう。だからこの薬が本当に効いてんのか効いてないのか、何が起こってるのか今わからないという状況なんですね。はい。風邪ひいちゃったから。やっぱね、国と国の移動、引っ越しってやっぱ大変よね。なんかいろいろ変わるし、天気もちょっと変わるから、はい、ちょっと体調が。まあでも全然大丈夫なんですけど、熱とかないですけど、なんかちょっと喉が痛いみたいな。はい。はい。ってことですいませんっていう。はい。じゃあ、モニャにちょっと。モニャくんちょっと、みんなに挨拶してもらえるかな。はい。すいません、声のだけの方はちょっと見えないんですけど、ビデオ見てる方、はい。モニャです。お久しぶりですね。どうした？はい、なんか今、だから遊びたくてしょうがないみたいな感じなんですよね。はい、重いのよ。なんか、1年でまた大きくなったね、あんたね。やめてください。はい。モニャくんも元気です。にゃーって、みんなににゃーって挨拶しなよ。にゃー。はい、しないということで、さよならということで。はい。今日はですね、何の話をしたいかというと、飛行機の移動中とかに私結構アニメを見まして、で、ここ1ヶ月ぐらい最近またアニメを見たんで、それについてお話ししたいんだと思います。7個かな ?7 つのアニメを見ましたね。はい。まず1個目は、鬼滅の映画ね。鬼滅の映画、無限上編ちょっと名前わかんないわ。無限上編みたいな、なんか無限上で、ね、戦うやつね。と、あと、ガチアクタっていうアニメと、光が死んだ夏
あと、桃源暗記。あと、ドロロ。あと、クーロンジェネリックロマンス。そして、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎というね。はい。この、7つ今あったかな。見ました。結構見たよねっていう話なんですけれども、そう。で、まあなんか最近あまりアニメの話してなかったんで、ちょっと久しぶりにしよっかな、みたいな感じで、今日はゆるく聞いてください。で、ぜひね、皆さんも、今皆さんが見ているアニメとか、おすすめのアニメがあれば、ぜひコメント、なんか私もそれ見てますとかね、嬉しいんで、ぜひコメントお待ちしております。はい。まずね、この中で一番ハマったのは、まあ、なんていうの鬼滅とゲゲゲの誕生は、アニメ映画なので、ちょっと別枠。はい。で、普通のアニメの中で一番ハマったのは、ガチアクタですね。はい。私の推しの声優さんの松岡義嗣様という方がね、出演されていらっしゃいましたので、見たんです。はい。拝見させていただきました。大変素晴らしいアニメでございますね。ガチアクタ。あんま期待してなかったんですけど、アニメーションもいいし、ストーリーも面白いし、声優陣もいいし、キャラもいいし、なんか言うことなしですね。はい。まあ、ただちょっとやっぱ、少年系なんで、やっぱ既視感があるんですね。なんかどっかで見たことある気がするみたいな。もう最近のアニメはさ、やっぱさ、なんかかわいそうだよね。やっぱ、もういろんなアニメがあるからさ、これどっかで見たことあるっていうの結構あるんだよね。そう、それはもうなんか否定できない部分はあるんですけれども。はい。でもなんか斬新な新しい設定とかもあったので、はい。気に入ってます。今まだやってんだよね。はい。放送中なんですけど。まあ、どんな話かというと、主人公が住んでる世界は、なんかスラム街みたいな、もう本当にもうボロッボロみたいなところと、ピッカピカのなんか綺麗な街があって、なんかね、ここに扉みたいのがあって、なんかちょっと、こっち来んじゃねえよみたいな世界観なんですよね。なんか進撃の巨人のなんか、マーレとエルディア人みたいな。なんか、ああいう世界。同じエリアなんだけど、みたいな。人が違うみたいな。で主人公はこっちのなんか、ちょっとスラム街みたいなところで生まれ育って、ゴミをなんか集めて修理して、それを売ってるみたいな。で、生活してるみたいな。で、親がなんか、これもね、よくある設定なんですけど、親がなんかいなくて、親の死は謎。で、親はなんかすごい大罪人で悪い人みたいなことを聞かされてるみたいな。で、生まれた時から親の顔知らないみたいな。ね。よくある。で、これもよくある。親の代わりになんか知らないおじさんが自分の父親の代わりで育ててくれたみたいな。ね。で、その親父が、ちょっとネタバレになりますけど、親父が第1話でとりあえず死ぬんですね。はい。まあ、よくある話だね。親父みたいな。なんか、なんとかかんとかみたいな。なんで死んだんだみたいな。許さねえみたいな。俺は復讐してやるみたいな。誰だ殺したのみたいなね。それがとりあえず、ガチアクトの始まりです。ここまではなんか、よくある少年系ね、みたいな。親の仇ね。でもなんか黒幕あるよね。なんか絶対秘密にしてたことあるよね、みたいな。そう。で、こっからが結構面白い設定で、そのなんかガチアクタの世界では死刑制度がなくて、で、罪を犯した人間は、下の、なんか、ゴミ溜めに、なんか奈落の底に落とされるみたいな。それでなんか、刑が執行されるみたいなやつで、まあ、結構ね、その、ゴミをね、結構トピックにしたアニメなんですね、ガチアクタって。で、まあ、主人公もいろいろありまして、その、大罪人として逮捕されて、奈落に落とされるんですね。で、俺はもう死んだみたいな。自分の両親のことも分からず、なんか、生きてきた意味はあるんだろうか、みたいな。で、なんか、親の代わりに育ててくれた人が殺されて、なんか、クソみたいな感じで、奈落に落ちるんですけれども、生きてるんですね。で、あれ俺生きてるみたいになって、実はそこには、その奈落の世界が広がっていて、まあ、そこで少年は暮らし始めるっていうね。で、なんかそこでは、まあ、だいぶファンタジーになりますけど、特別な、
能力を持っているギバーという方たちがいてですね、このギバーという名前がもう大変ダサいんですけど、個人的に。ギバーってもうちょっとあったんじゃないと思うんだけど。なんか、急に12秒間、ってなるような名前なんですけど、そのギバーたちがいて、少年も実はギバーで、そのギバーは、ギバーは、そのなんかゴミを武器に、ゴミを使って自分の能力を発揮するみたいな。で、なんかいろいろ戦ったり、なんかいろんなことがあって、みたいな感じなんですね。で、主人公が成長していくっていう。なんか面白いです。なんかゴミを、武器にするっていうのが、なんか結構斬新で面白くて、次どんな感じになるんだろう。なんかこのゴミってどういう風になんか変化するだろうとか、どうやって戦うんだろうとか、結構ワクワクするし、多分だけどストーリー的には多分今奈落にいて、おそらくそのお父さんみたいな人の仇を取るために、復讐するために多分地上に戻るんですけど、そこで多分なんで親が死んだかとか、なんでその人が殺されたかとか、なんでこの世界があるのかみたいな話が多分分かってくると思うんですけど、そう。続き気になるなみたいな。あとね、キャラクターデザインが良い。大変良い。すごい好きですね。かっこいいみたいになりますね、いつも。12秒心をくすぐられる作品でございます。ガチアクタ。はい。そんな感じですね。はい。次なんだっけな。桃源暗鬼。桃源暗鬼もね、少年系のアクション系なんですけど、これもね、既視感がすごくて、これもね、一緒なんですよ。設定が、なんか、桃太郎の昔のおとぎ話あるじゃないですか。桃太郎話ね。桃太郎という桃から生まれた少年がいて、少年が鬼を倒すっていう日本の昔話なんですけど、桃太郎と一緒で、なんか、その昔にその桃太郎と鬼が戦っていて、今この現代にもその一族っていうのが実は続いていて、なんか影でまだやり合ってるみたいな。で、主人公は鬼なんですね。でも知らないで育つみたいな。で、ある日突然、で、両親いないんですよ。もうガチアクターと一緒。両親いなくて、で、なんか自分の両親代わりに育ててくれた血のつながらないおじさんがいるんですね。もうガチアクターと一緒っすね。で、もう展開も分かったと思うんですけど、でおじさんがいて、ある日突然、桃太郎を名乗る人が現れて、おじさんを殺すんですよ。で、なんか親父みたいな。まだ何の恩返しもできてないのに、みたいな。まだ俺は何もしないのに、みたいな感じで、親父さんが亡くなるんですね。で、実は親父さんは桃太郎だったみたいな。で、息子、主人公ね、息子じゃないんですけど、そのお世話をしていたその主人公は鬼なんですね。鬼の血を継いでるんですよ。なんで自分は鬼で、親父みたいな人は桃太郎なのに自分を育ててたのかみたいな話とかが、ちょっと謎があるまま、第1話終了みたいな感じなんですね。で、いろいろありまして、なんか主人公のその鬼の血を継いでる主人公は、なんか鬼の子供たちがいる学校みたいなところに連れて行かれて、なんか急にブルーロックみたいな。ブルーロックみたいななんかサイコパスななんか先生みたいなのが出てきて、なんかこれから試験を始めるみたいな。言い始める。まあお前は無理だろうけどね、みたいな。ね。言い始める。ね。なんか、俺はお前のことが嫌いだとか言いながら、なんかすげえド S の先生が、突然現れて、突然の入学試験が始まって、もちろん主人公はそこで能力が覚醒して、なんか、俺できたぞみたいな感じで、ストーリーが進んでいくんですね。はい。面白くないわけじゃないんだけど、なんか軽く見る感じのストーリーなのかなっていう。なんか、定番ストーリーが結構多いかなっていう感じですね。なんか、自分は特殊能力があって、その学校みたいなところに行って、そこには自分と同じような人間たちがいて、みたいな。で、みたいな、なんか仇を、復讐をするみたいな。
ちょっとガチアクタとね比べちゃうんだけど、だったらガチアクタの方がもっとこう申し訳ないけどストーリー的に好きかなっていう感じです。はい。でもなんか笑いながらこう簡単に見れるアクションとしていいかも。峠暗記。まだ2個目だね。次、光が死んだ夏。これはね、第1話しか見てないんですけど、なんか、面白そう。ホラーミステリーかな。うん。なんか親友の男の子2人がいて、ちょっと BL っぽいんですけど、多分2人は恋していたみたいな感じなんですけど、その2人がいて、その1人の方が突然、不自然な死を遂げてしまって、死んだはずなのに、なんか帰ってくるみたいな。でも帰ってきたあいつはいつものあいつと違うみたいな感じですね。はい。なんか寄生獣みたいな感じで、なんか、あいつだけどあいつじゃないみたいなのは、相棒は気づくんですね。で、お前なんなんみたいな感じになって、はい。まあ、いろいろストーリーが進んでいくっぽいです。まだ第1話しか見てないんですけど、なんか日本の田舎の、なんか、呪いとか、その、古いしきたりとか、なんか神社とか神様とか、そっち系の話っぽくて、私は大好きなんで、続きを見ようかなと思っています。ねえ、もなくん。ポッドキャストの邪魔するの本当にやめて。ね。なんか、お尻をビデオに向けるのはやめてくださいって。ね。失礼でしょ？はい。そんな感じです。で、次はね、ドロロ。ドロロは結構前の作品なんですけど、手塚治虫作品ですね。はい。もともと原作は漫画なのかな？手塚治虫のなんか古い漫画なんですけど、そう。なんか原作ね、結構グロテスク感、やっぱ手塚ワールド。結構残酷描写が多いらしいんですけど、アニメはマイルドになってます。ただね、時代がその江戸時代とかなんか、いつだっけな、結構前の古い時代が舞台になっていて、でそのなんていうの、戦争というか、まあ、戦とか侍とか、そういう話なんで、なんか、ちょっと、残酷なところもあるんですけど、めちゃめちゃ面白いです。はい。結構マイルドになってるんで、子供向けなんだろうけど、まあ、子供っていうか少年向けな感じになってるんですけど、話の内容が結構、なんだろう、心に残るというか、なんか、手塚作品だな、みたいな。考えさせられる話とかもあるし、ストーリーが普通に面白くて、うん。まだ見ている途中なんですけど、ドロロ面白いですね。はい。あと、クーロンジェネリックロマンス。うん。クーロンジェネリックロマンスはですね、これはですね、クーロン、香港のさ、なんか昔の、もうなくなっちゃったよね。なんかビルがいっぱいブワーって、なんか家がいっぱいブワーってあった、なんかスラム街みたいなところがモデルになっているアニメなんですね。うん、で、ラブストーリーなんですけど、ミステリーが入ってます、かなり。はい。で、これね、私がフランスから日本に帰る時の飛行機で見たんです。今回ね、香港のエアラインだったんで、多分これが入ってたんですよね。うん。で、前から気になってたからちょっと見ようと思って。で、絵がすごい可愛くて、そう。で、なんか主人公はこのクーロンのエリアに働いていて住んでいる、女性で、不動産屋さんで働いてるんですね。で、その不動産屋さんで働いてる先輩に恋をしてるんですけど、ある日、その先輩のデスクから一枚の写真を見つけてしまいまして、そこにはね、その先輩と婚約者の顔が写っていたんですね。で、あらまあ、みたいな。ね。でもですね、その婚約者の顔が自分とそっくりなんですね。うん。てか、そっくりというレベル超えてるみたいな。ほぼ同一人物。はい。でも性格は違う感じみたいな。で、これはどういうことなのみたいな。そっからちょっとミステリーチックになっていくラブロマンスっぽいですね。うん。なんか面白いですよ、なんか結構。はい。ちょっとなんか奇妙な感じな話ですね。うん。ただですね、ちょっと、絵が可愛いんですけど、ちょっとキャラクターがね、
エッチーなんですね。エッチーなんですね。はい。なんかセクシーな感じ、おっぱい大きめみたいな。で、それだけでは良かったんですよ。ね。私飛行機で見てるって言ったじゃないですか。で、両隣にね、人がいるんですよ。で、それ見てて、ね。ちょっとセクシーだな、みたいな。ちょっと気まずいな、みたいな感じになったんですけど、とあるエピソードで、キスシーンが突然と現れまして、ちょっと長めの、濃いめのキスシーンが現れましてですね、それがね、もう画面いっぱいにバーンって出まして、大変気まずかったですね。飛行機で見るもんじゃねえぞっていう。はい。そんなに別にエロじゃないんですけど、ちょっと、ぐらいの気まずさを味わいましたっていう作品でございます。はい。なので皆さん飛行機では見ないように、お願いいたします。家の中で見ることをお勧めいたします。はい。そんなに、あれなんですけど、ちょっと気まずかったですね。はい。あと、映画2個ですね。鬼滅と、あと、鬼太郎誕生。はい。鬼滅はもうすごかったね。なんか、バーってなって、うわーってなって、うおーってなって終わりました。はい。本当です、これ。あんまりネタバレしないようにしたいんですけど、なんか炭治郎がなんか、透明な世界とか言い始めて、透明な世界って何？炭治郎どこまで行くのって言って終わりましたね。はい。すごいね、アニメーションが。はい。ちょっとね、涙もみんな出てましたね。映画館で。みたいな。まだ見てない人いると思うんであんまりネタバレできないんですけれども、はい。素晴らしかったですね。はい。次に期待ですね、さらに。はい。はい。で、なんだっけ。鬼太郎。一番個人的にお気に入りだったのは、この、鬼太郎誕生、ゲゲゲの謎っていう映画でした。これは去年か一昨年ぐらいに、公開された映画なんですけど、ゲゲゲの鬼太郎というアニメが、モナ君ちょっと、キーボードに乗っちゃダメだよ。はい。ゲゲゲの鬼太郎というアニメがありまして、1960年代から始まっている古い日本のアニメなんですね。で、鬼太郎という妖怪が、悪い妖怪を倒して人間を守るみたいな、そういうなんか子供向けのちょっと怖い妖怪アニメなんですね。で、子供の時からこれを見ていて、私は結構好きだったんですよね、鬼太郎が。で、今回その鬼太郎誕生っていう、その鬼太郎がどう生まれたかみたいな話のストーリーだっていうので、すごい面白そうだなって。で、これね、なんか前評判が結構良くて、なんか面白いって聞いてたから、ちょっと見てみようかなみたいな。そう。で、鬼太郎のお父さんって目玉なんですよ。何言ってんのって感じなんですけど、目玉なんです。目なんですね。はい。目に足と手が生えて、おい、鬼太郎とか言ってんですよ。意味不明じゃないですか。妖怪の世界なんて知らないんですけど、そう。だから鬼太郎誕生ってことは、その目玉の親父の話じゃねと思って、親父の話聞きたいなと思って、そう。はい。でね、そう見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったですね。なんか普通の鬼太郎は、多分子供向けなんで、少年向けなんで、ちょっとマイルドなんですけど、この鬼太郎誕生の映画は、怖キモって感じでした。怖キモおもろみたいな。結構残酷でしたね。そう。でも、鬼太郎というキャラクターがいることによって、ちょっとマイルドになるみたいな。ちょっと可愛くなるみたいな。でも、やってることと言ってることめちゃめちゃ残酷じゃないみたいな。気持ち悪いみたいな感じでしたね。はい。で、どんなストーリーかというと、舞台は1960年代なのかな。戦後ですね。戦後に、その戦争を経て生き残った若者が、ちょっと戦争のトラウマを持ちつつ生きているっていう設定で、彼は製薬会社で働いてるんですね。で、製薬会社の営業マンなんですよ。で、昇進したいみたいな感じ。
で、彼の会社でなんか取り扱ってるそのなんか M っていう特別なんてどんななんか長生きするみたいな、なんか死なないみたいな、なんかそういうちょっと怪しい薬がありまして、この M を作っている家族ともっと仲良くなってほしいみたいな。でこの M の秘密を暴きたいみたいな話になって、ただこの M を作っている、家族とか、その大きい会社っていうのはとある村の一族で、この村に行くと行った人で何人も行方不明になって帰ってきてない人がいるみたいな。でもどうするみたいになって、でもその主人公の営業マンはもうやる気満々なんで、なんか俺が行きますみたいな感じで行って、でその薬の M についていろいろ探るんですけど、そうなるとそのなんか村の秘密とかなんか呪いとかそういう話になっていくわけですよ。ね。すっごい気持ち悪いんですよね。でそこでその鬼太郎のお父さんの目玉の親父の若い頃に会うんですよ。でなんでその鬼太郎のお父さんの目玉の親父がなんでその村にいるのかみたいな、その村で一体何が起こってるのか、薬の M というのはどうやって作ってるのかみたいな、すごく気持ち悪い話でしたね。でも面白かった。もう一回見たいなと思ってますね。おすすめです。はい。人間は欲深いものですなっていう風に感じました。はい。ってことです。はい。以上です。はい。ちょっと疲れたんでもうおやめにします。喋りすぎるといつも疲れちゃうんで私。はい。そんなこんなで皆さんもおすすめのアニメとかあればぜひ教えてください。私はこんな感じで見続けます。はい、以上。はい、今日話した話またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとインスタグラム、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あとなんだっけ、YouTube でねメンバーシップを始めて、メンバーシップではですね、私がただゲームをプレイした動画をアップするって、モナ君ちょっとあなた何してるのちょっとモナ君やめてください。そのゲームをプレイしたビデオが見れるよっていうメンバーシップです。本当に私がただなんか好き勝手ゲームをしてるだけなんですけど、もし興味がある方ぜひチェックしてみてください。はい。ちょっとモナ君がいるんでもう早めに終わりにします。あとペイトリオン、はい、ペイトリオンもよろしくね。あとサニーサイドジャパニーズポッドキャストとゆうゆうさんの春とゆうゆうのゲームで日本語というポッドキャストと YouTube もよろしくね。はい。詳しくは概要欄をチェックしてみてね。以上。はい。ということで次回は何の話するかまだ決めてないんですけど、とりあえず早く時差ボケが治ってほしいなと思っております。はい。それではまた次回。さようなら。